こんにちは、もずくです。今回の動画はハッピーホームパラダイスでベンとベーグルのシェアハウスを作っていきます。テーマは2人の体の色に合わせて無機質なお庭とお部屋を作っていきます。それではどうぞ。まずはお庭から作っていきます。お家の外観はモノトーンに、時間帯はこのように設定しています。まずはじめに西部の街並みをお家の隣に置いてお家を大きく見せます。さらにお家の前に柵を立ててなじませていきます。次に柵と西部の街並みの角を隠すために木を植えます。お家の下はタイル張りにしたいので無機質なイメージと合うタイルの前デザインをお借りして敷いていきます。次は階段の前デザインをなじませるために低木を植えていきます。今回はお花の咲いていないツツジとアジサイにしました。次は手前側の空間を埋めるためにアーチタイルを敷いていきます。さらに周りに木と低木を植えてなじませていきます。次は家具を置いていきます。家具は無機質がテーマなのでモノトーンの家具メインで置いていきます。まずは2人でお茶ができるようにガーデンチェアとテーブルを置きます。次はポストに見立てたスチールのゴミ箱とガーデンライトをお家の前に置きます。さらに木を植えられない場所にはシマトネリコを置いて空間を埋めます。次は左側の道の端っこの空間も埋めたいので西部の街並みを置いて物置を作ります。お家と崖の間も空いているのでウォータービューを置いておきます。次は道の手前に屋根の色と揃えた鉄の柵を立てていきます。入り口には素朴なパーティーライトを置くんですけど、ライトがついたままだと赤っぽくなってしまっているので色を揃えるために消して使います。次は地面のアクセントになるように獣道の前デザインを敷いていきます。まだ崖の上や木の後ろが空いているので低木と雑草で埋めていきます。最後にメリハリをつけるために道の上にマンホールを置いてお庭は完成です。次はお部屋を作っていきます。シェアハウスなのでお部屋の広さは一番広くしてテーマが無機質なのでエントランスはコンクリートにしました。まずは床と壁を決めていきます。床も壁もテーマと合わせてコンクリート素材のものにしてアクセントウォールはランドリールームを作りたいのでモノクロタイルの壁にします。次は間取りを決めていきます。今回お部屋に作るのはランドリールームとキッチン、リビング、ベッドルームです。タイルの壁沿いはランドリールームにしたいので仕切り壁とカーテンのパーテーションを使って部屋を作ります。さらに洗面所と脱衣所もセットで作りたいのでバスルームを囲うように壁を置きます。仕切り壁を置いた右側のスペースは寝室にしたいのでタイルを仕切り壁を使って隠します。
間取りはこれで決まったので、次はラグを使って床を変えていきます。バスルーム以外はダークウッドのフロアタイルを敷いて、寝室は黒いシンプルマットを敷きます。次は家具を置いていきます。まずバスルームに必要な猫足バスタブとシャワー、タオルラックを飾ります。仕切り壁と仕切り壁の間は洗面所にしたいので、学校のロッカーを反対向きに置いて台を作ります。その手前にはペンとベーグルが並べるようにスロップシンクを2つ置きます。ロッカーの上にはより洗面所とわかるようにディスペンサーを置いておきます。壁には蓄光ウォールステッカーを使って鏡を飾って、その上に壁掛けのネオン管を飾ります。これで洗面所らしくなったと思います。次は手前側にも家具を置いていきます。脱衣所に必要な洗濯機、タオルなどをしまっておくロッカー、アイロンがけなどをするテーブルと椅子を置きます。次は小物を置いていきます。テーブルの上には服の山とアイロン、作業をしながら聞く携帯ラジオを置きます。さらにロッカーの上に床の色と合わせたボックスティッシュを置いておきます。次は天井を飾っていくんですけど、寝室の床が黒なので色のバランスを取るためにこの部屋にも黒色を使っていきます。さらに木製のウォールパーテーションとフロアランプを使って黒の割合を増やしていきます。色のバランスが取れたので、これでランドリールームは完成です。次は寝室を作っていきます。まず手前のお部屋から寝室が丸見えすぎるのでフェンスを置いておきます。次は真っ白にリメイクしたシンプルなベッドを2つ並べます。壁沿いにはチェストと間接照明、仕切り壁には何も飾れないので大きな窓があるように見立ててカーテンのパーテーションを置きます。ベッドの向かい側の壁にはエアコンと天井にはシンプルなシェードランプを配置します。これで寝室は完成です。次はキッチンスペースを作っていきます。まず壁沿いにシステムキッチンと冷蔵庫を置きます。さらに作業をするためのシンプルなテーブルとキッチンツールを置きます。次は壁を飾っていきます。システムキッチンの間にマグネットナイフラック、キッチンにライトがついているように見せるためにスマート壁掛けスポットライトを飾ります。あとは換気扇とセントラルヒーティング、天井に裸電気を飾ってキッチンは完成です。次はリビングスペースを作っていきます。まずは真っ白にリメイクしたシンプルなソファーとノグディックなローテーブルを置きます。テーブルの上には2人が飲むコーヒーカップとマグカップを置いておきます。さらにソファーから見える位置に壁掛けのテレビを飾ります。玄関側の壁にはインターフォンモニターとコンセントに見立てたスイッチを飾ります。天井にはシーリングスポットライトと玄関周りが空いているのでスリッパを置いて、これでお部屋は完成です。All my friends going hard on the weekend. Bass up real loud, it's the season. Tune it out when I hear them names speaking. Over my head, I'm jumping off the deep end. Just another song that we can get high to. Backseat zoned out at the drive-thru. Need a spot, yeah, you know that I got you. I got you. If you need someone, I'll be someone. I got you.
かがでしたでしょうか？初めてハピパラでシェアハウスを本格的に作ったんですけど、ペンとベーグルに似合うお部屋になったかなと思います。よければ参考に作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。Summer